侍茶人です。よろしくお願いします。今日は家で抹茶を楽しみたいときに大切な一つの道具についてご説明します。それは茶筅です。先日、茶筅を作る伝統工芸士の方にお会いしていろいろ話を聞いてきました。今日はその時に聞いた内容をもとに茶筅の選び方などについてご説明していきます。最後まで聞いていただけると茶筅について詳しくなり、より美味しい抹茶が立てられると思うので、ぜひ聞いてください。では始めます。早速結論から言いましょう。国内産の茶筅、数ほか80本立てをお買い求めください。で、抹茶って立てる器具は3つあります。1つ目はミルクフォーマー、ミルクフローサーとも言いますね。そして2つ目にシェーカー、そして3つ目に茶筅。この3つ、それぞれのメリットとデメリットをご紹介します。1つ目のミルクフローサー、ミルクフォーマーですが、メリットとしては何といっても安いということです。100円ショップでね、売ってます。で、電池を入れてボタンを押せばぐるぐるとですね、遠心力で回転し、簡単に泡立てることができます。なのでメリットとしては安く手に入るということと、誰でも簡単に泡立てられるということが挙げられます。その反面、デメリットとしては2つあります。1つは遠心力が強すぎて周りに液体が飛び散りやすいということです。実際やってみるとよくわかるんですが、細かい空気が外に飛び散るように飛んでいっているのがわかります。で、デメリットその2として、空気を取り込みすぎて泡がもっちりとなりすぎるということです。これは一見泡立てるという点で言うといいことじゃないのかなと思うかもしれませんが、泡は確かに口当たりは良くなります。しかし泡が多ければ多いほど肝心の抹茶の液体の量が減り、抹茶本来の味わいが感じにくくなっちゃうんですね。いい抹茶であればあるほどその良さというのが半減してしまうと思います。なので簡単ではありますが、味わいを追求するのには不向きな道具と言えます。2つ目の器具はシェーカーです。シェーカーも抹茶に水もしくはお湯を入れてシェイクをするだけと簡単な機構のものが多く、手軽にできることがメリットです。その反面、大きい泡を潰すのはなかなか難しく、最終的な見た目は良くない傾向があります。3つ目は茶筅です。茶筅は泡の層の細かさ、3つ目は茶筅です。茶筅は泡の層の厚さ、そして泡の細かさをコントロールできるのが非常に3つ目は茶筅です。茶筅は泡の層の厚さ、そして泡の細かさをコントロールするのが一番できやすいです。一番細かく。3つ目は茶筅です。茶筅は泡の層の細かさ。3つ目は茶筅です。茶筅は泡の層の厚さ。笑けてまうな。そう、言うぞ。3つ目は茶筅です。茶筅は泡の層の笑けてまう。泡の層の厚さ、並びに泡の細かさが自由にコントロールできます。かな。3つ目は茶筅です。茶筅は泡の層の厚さや泡の細かさを自由にコントロールできるのが一番のメリットです。その反面デメリットとしては取り扱いに注意が必要、そして一つ一つが比較的高価であるということが挙げられます。確かに茶筅は消耗品と言われます。ただ、茶筅を実際使い潰したっていう方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。伝統工芸士の方に話を聞くと、だいたい国産の茶筅は500回はきれいに立てられるとおっしゃっておられました。1日1杯ずつ抹茶を飲んだとしても1年半はかかるという計算です。例えば毎日靴を履くとして、靴はやっぱりすり減っていきますよね。それと一緒だと思えば、そんなに気にすることではないと思います。また、あらかじめ茶筅を濡らしておくと茶筅の持ちが良くなります。そして使い終わった後も
確実に乾燥させてから保管するといいでしょう。このように美味しい抹茶を立てたいという目的があれば、茶筅一択になるのではと思います。では、茶筅であれば何でもいいかというとそうではありません。茶筅は市場に安価に出回っている外国産と比較的高価な国内産の2つに分けられます。国内産といっても、今は奈良県の高山が市場のほぼ全てを作っていると言っても過言ではないと言われております。なので、海外産か奈良県産という2択になると思います。この海外産と国内産、見た目の違いはほとんどないそうです。実際、伝統工芸士の方も素人の方が見たら全くわからないとおっしゃっておられました。では何が違うんでしょうか。この国内産と外国産、見た目は同じだったら値段が安い方がいいんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも使ってみると違いが明らかにわかるそうです。というのも、海外産は見た目を国内産と同じように作ればいいということを目的にしているのに対して、国内産は500年の歴史の中でどのようにしたら抹茶の味を引き立てることができるのかということを第一に考えて作られてきたという大きな違いがあります。そのため抹茶の立てやすさ、そして耐久性が全く違うものになっているそうです。実際の価格では海外産は1000円前後から手に入るのに対して、国内産は3000円から4000円のものが主流になっています。一見すごい値段の差だなと思われるかもしれませんが、一つ一つ手作業で仕上げているということと、あとは細かい作業の精度が全く違うということを考えると、国内産でも十分安いものだと僕は思います。でもやっぱり高いなーっていう方いらっしゃるかもしれません。でも意外とですね、探してみると穂先が欠けていたり、絵が少し割れていたりっていう、いわゆる B 級品のものが安く売られていることも見られます。ぜひ国内産の茶筅を試してみることをお勧めします。僕は普段から奈良県の高山の茶筅を使っているのですが、今回新たに茶筅を買いました。次回はこの茶筅を使ってどれだけ立て心地がいいのか、また茶筅の使い方、茶筅のしまい方などをご説明したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。